やっほー。今日も来てくれてありがとうございます。元気ですか？自分はちょっとがっかりしてます。自分に失望してます。今はちょっと落ち着いてるんですけど、アルバイトをしていた時に自分がいつも言い出せないんです。アルバイトでは楽なポジションと忙しいポジションがあるんですよ。僕の場所では。だけど、いつも働くもう片方の従業員に楽な方を取られてしまう。何も言わずにパッてそっち側に行くんですよ。で、いつも僕はそっち側に行きたいな、そっち側もやりたいなって思ってるけど、言い出せないし、で、何も言わずにパッとそっち側のポジションを取ることができない。その従業員っていうのは、だいたい同い年か年下なんで、別に立場も同じなんですよ。時給も一緒。だから、どっちをやるか、忙しい方をやるか、忙しくない方をやるか、どっちも平等に権利があると思うんですよ。選ぶ権利が。ですけど、結果的に僕が忙しい方をやってるっていうのがほとんどなんですよ。僕の職場は同時に2人か3人で働くんですけど、2人で働くときはもう忙しい方になっちゃうとしんどくて、でも言い出せない。今日は僕はその忙しくない方をやっていいですかって、今日こそ言おうって思ってても、言おうとしたときに恐怖かな、それとも恥かな、ちょっと言葉で表現するのは難しいんですけど、そういったネガティブな強い感情が働きます。なので、口を開けない。今日こそ言おうと思ってても、パッと何も言わずに簡単な方のポジションを取られてしまうと、ああもう仕方ない、もういいか。今日は自分が頑張るしかない。そういうふうに思っちゃう。でも心の中では、めっちゃ忙しい時しんどいなって思うんですよ。で、手伝ってほしいなって思うんですけど、手伝ってほしいってことも言い出せない。だから、平等に権利があって、同じ立場で、それを言い出したら、きっと相手も受け入れてくれるけど、それをできない。言うことができない。別に言うのは悪いことじゃないし、それも頭では分かってる。けど、言い出せないんですよ。これは、うーん、日本人的な性格なのかなっていうふうにも思ったんですけど、みんなの国、文化ではこういうことがありますか？自分から言うことが別におかしくないし、間違ってもないし、全然むしろ正しいこと、正しくするためのものだと気づいてても言い出せない。恐怖とか恥とかがある。そういうことありますか？日本ではよくあるかもしれないです。個人的にはそういったことがよく起きます。だから人間と関わって仕事するってなると、あらゆることに気を使ってしまう。それは相手のためである時もあるし、自分のためである時もある。今回は、多分自分のため、自己保身が強いかなって思ってます。だって別に相手が、そのもう一人の従業員が忙しい方をしなければいけないっていうのは悪いことじゃない？平等な立場で同じ給料をもらってて、で、そしたら同じだけの負担をするべきだと思うので、ある程度は。だから別に悪いことじゃないし、
おかしいことじゃない。だから多分それは自分自身のため、発言する恐怖とか、発言する罪悪感、恥ずかしさ。特にお願いするのが苦手ですね、僕は。これしてくれないとか、今日は僕がこっちをしてもいいですかとか、それが難しいですね。なんか、本屋に行くと、交渉力の本とかあるけど、交渉力で言うと僕はすごく弱いですね。交渉することができない。そもそもお願いできないんですね。うん。特にお願いする対象、相手がちょっと距離のある人だったら、なおさら難しいですね。アルバイトでの従業員とか、うん、ちょっと距離の遠い友達とかがすごく難しい。似たような話で、友達を遊びに誘ったりするのが難しいっていうのもあります。みんなは誘う派ですか？それとも誘われる派ですか？自分は基本的には誘われる派だったんですけど、何せお願いとか交渉とか誘ったりするのが苦手なので。でも自分から誘うっていうのも関係を良くするためには重要かなって思ってます。誘われた側は嬉しいし、で、その、自分も相手と仲良くしたいし、楽しい時間過ごしたいし。だから、いい関係を築きたいって思ってる人には、自分はストレスを感じてでも誘うように心がけてるんですけど、やっぱりちょっと距離の遠いアルバイトの、関係とか、そういうのになると難しいですね。一歩勇気を振り絞るっていうのが難しい。だから人間関係っていうのはすごくストレスフルなものに僕は感じてしまいます。一人で過ごしてる時の方が楽だなって思ったりとか、あとは、うーん、周りの迷惑とか恥とかを考えないのは精神的にもいいと思います。僕にとっては。ただ、人間関係を完全に断つことも難しいし、仕事をやらないっていうのもできない。だから、うまい場所で妥協点を見つけないといけなくて、僕の場合は、それを練習と捉えて少しずつやっていくっていうのが妥協点なんですけど、だから、アルバイトで僕にとってはそれが練習ですね。ちょっとお願いしてみる。今日はこっちやっていいですかとか。それがちょっとずつ練習できたらいいなって思ってます。でも大体失敗してますけど。まあそれぐらいでいいんじゃないですかね。がっかりしてるし、自分に失望することもあるけど、そういう自分だから仕方ないって言えば仕方ない。まあ現実をよく受け止めてるっていう意味でもあると思います。ポジティブに捉えると。これは優しさとはちょっと違うんですよ。相手がしんどい立場に行くことを自分が防いでるとか、そういった直接的な優しさじゃなくて、どちらかというと自己保身とか評判とか、そういった気持ちが混ざった複雑なものになってます。これは日本の優しさの文化、親切さの文化っていうのにも関係していると思ってて、日本人が親切にするのは単純な優しさの気持ちだけじゃなくて、
さっき言ったような自己保身とか、評判とか、あとは、うーん、何かしら自分の心のネガティブな要素が働きかけてることでもあると思います。全部が全部そういうわけではないと思いますが、その心の内なるネガティブな要素が働きかけている場面は多いんじゃないかなって個人的に思ってます。日本人として。だから、親切に見えるけど、実際見てみると、実際の裏側を見てみると、ネチネチしてたり、陰湿だったりっていうのが起こり得ます。ちょっと話が脱線しましたが、まあ今日は僕がそういうことでちょっとがっかりしてたっていう話です。みんなはそういうことありますか？で、そういう時どうしてますか？どうしたらいいですかね？教えてくれると嬉しいです。じゃあ今日はこれぐらいで話すのを終わりたいと思います。最後まで聞いてくれてありがとうございます。次の動画はちょっと明るい話をできたらなって思います。じゃあ、また次お会いしましょう。バイバーイ。